Guru Maharaj. Yeah. Can I chanting? Yes. Yeah. Jayamana-san, どうぞ。いいですよ、いいですよ、私は。よろしくお願いします。みずみずしい声で。私、もしかして、遅れで車の中に聞きました。じゃあ、ヘイマスンダリさんと一緒にやらせていただきます。ジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリJaya Radha
ダバキーナ。ハレクリシナ。はい。顔出します。どうぞ。おはようございます。おはようございます。顔出してください、ギータさん。ギータさんです。はい、ハレクリシナ。クリシナ。山田さん、うん。新谷さんの代わりに、読んでいただけます？はい。新谷さん、通訳、頑張って、それで私がその手伝いするというふうに、タパさんから連絡来たんですけど、これで了解ですよね。じゃあ、ここして。はい、了解です。新谷さんいたんだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の説を言えってことね。新谷さんにやってもらえばいいんですね。そう、なんかね、タパさんがね、読むのは私にって言われたんですけど、ちょうどお二人そこにいらっしゃるから、山田さんに白かとかワードトゥワード翻訳読んでいただいて、で、新谷さん通訳してくださるって。あ、そうなんだ。どの説を読めばよろしいんですか？ですね、今日は、あれ上がってますよ。最後だ。いっぱいある。45と46です、今日は。今日はね、たくさん上がってて、あれ上がってない ?45、46、47、48、49、50で、今日全部終わりにする予定ということで、終わらなかったら、明日に続きますけど、どの辺までカビチャドラマハラジ行かれるか。みんなで読むのは最初の45節ですか？マハラジ決めてくださると思うんだけど、それでいいですよね。Yes, Mataji, that is fine. Yep. はい。はい。じゃあ、インドラヌージャプラブーがいらっしゃるので、インドラヌージャプラブーにお呼びします。Hi, Chan. Hare Krishna. Hare Krishna, Indra Nirja Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya.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  Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, Shloka 45. Right. Gatadvana Shramo Tatra. Gatadvana Shramo Tatra. Majanon Mardanadibihi. Nivim Vasit Varuchiram. Divya Shra Gandhamandito. Gatavana Shramo Tatra. Majanon Mardanadibihi. Majanon Mardanadibihi. Nivim Vasit Varuchiram. Divya Shragadamandito. Katadvana Shramo Tatra. Majanon Mardanadibihi. Nivim Vasitva Ruchiram. Divya Shagandamandito. Dozo. Katadubara
クラマタトラ、ガタドバナシャモタトラ、漢字のマンドラン、ナディビ、マジャノンマダナディビ、ニビンバスタバルシラン、ニビンバシトマルチラン、ガンダ、マンディタ、ディビアシュラガンダマンディト、マンディト、ガタドバナシラマタトラ、ガタドバナシャモタトラ、マジャナンマルタナンビディ、マジャノンマダナディナデビ、ィビ、ニビンバサバシトバルチラム、ニビンバシトマルチラン、ラン、ディビアスラガンダマンディタウ、ディビアシャガンダマンディマント、ディト、ガタドバナシュラマウタトラ、ガタドバナシャモタトラ、トラ、マジャノンマルダナディビ、マジャノンマダナディビ、ニビンバスティバルチラン、ニビンバシトマルチラン、ディピアサルガガンダマンディト、ディビアシュラガンダマンディト、じゃあ、たくさんあるようなのでいきますね。ガタ、ガタ、ガタ、ってしまった。言ってしまっしてしたま。った。アドバナスラーマ、アルバナシアラドバナシラマ、路上にいることの疲れ。路上にいることのことの疲れ。タトラ、タトラ、そこ、彼らの家の中。そこ彼らの家の中。マジャーナ、マジャーナ、沐浴によって。沐浴沐に、浴に乗って、まるでダーナ、マルダーナ、マッサージすること。マッサージすることサービ。スすること、アディビヒ、アディビアデヒビ何々など。など、など、ニビン、ニービン、エビン、下着姿で。下着下着姿、姿で、バシットバー、バシチバ、が身支度して。身支度して、して、ルシーラン、ルシラン、魅力的な。魅力的な、的な、ディピャー、リピア、や、超越的な。超越的な、的な、フラ、スラ、花の首飾り。花の首掛けで、飾りで、ガンダ、ガンダ、そして方向。そして方向、マンディタ、マンディタ、飾られた。飾られた。翻訳、沐浴とマッサージを受け、2人の若い主は田舎道を歩いた疲れから解放された。それから彼らは魅力的なローブに身を包み、超越的な花の首飾りと方向で飾られた。16か読まなくていい。次の10の15の46の翻訳読みます。翻訳、2人の兄弟は母たちから与えられたおいしい食べ物をふんだんに食べ、さまざまなもてなしを受けてから素晴らしいベッドに横になり、幸せな面持ちでブラジャの村で眠りに疲れた。これね、フォーカス。日本10の15の47節。翻訳。王よ、至高主クリシュナは、このようにブリンダーバナの地域をさまよい、遊戯を繰り広げられた。ある時、クリシュナは友達の少年たちに囲まれて、バララーマを連れずにヤムナ川へ行かれた。10の15の48節。翻訳。その時、牛や牛飼いの少年たちは眩しい夏の太陽のせいで、ひどく疲れ果てていた。そして喉の渇きに苛まれていた彼らは、ヤムナ川の水を飲んだ。しかし、その水は毒に汚染されていたのだ。10の15の49から50。翻訳。毒の水に触れた途端、
牛も少年たちも主の神聖なる力によって意識を失い、水際で命を失ってしまった。クル家の英雄よ、あらゆる神秘力の主である主クリシュナは、そのような状態を見て、ご自分以外に主を持たないこの献身者たちに憐れみを感じられた。そこで主はすぐさま甘露のような視線を投げかけて、彼らを生き返らせなさった。10-15-51翻訳。完全に意識を取り戻した牛や少年たちは水の外で立ち上がり、とても驚いてお互いを見つめ始めた。10-15-52翻訳。王よ、それから牛飼いの少年たちは自分たちは毒を飲んで実際に死んでしまったけれど、ゴービンダの慈悲深い眼差しだけで命を取り戻し、自分たちの力で立ち上がられたのだと考えました。シーラ・プラッパーダとのお弟子さんによる解説。これで孫子エイシー・バクティ・ベータンタ・スワミ・プラッパーダのつつましい使い人によるシュリーマド・バーガワタム第10編第15章、ロバの悪魔、レーヌカの殺害の用紙解説を終了します。以上です。ハレークリシュナ。ハレークリシュナ。ありがとうございました。カビチャンドラマハラジ、Yananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manombistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Vanshakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhye Bhacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangamanate Girim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Dina Tarane. So all those verses no purport. And I don't know, usually when I'm giving class, we read the English too. ここでは解説がほとんどありません。I don't see anyone on the Zoom that is not Japanese. I guess Ujjwala can understand enough, but Sudama, I don't know. But I think there are people that tune in that speak English. I don't know if any of our Indian congregation is. スダバプラブ、英語で言ってる？ I don't know if any of our Hi. Yes, Prabhuji. MC people, that don't know Japanese tune in. Anyway, so this is all these verses is the introduction to the next chapter, which is Kaliya. この今日の解説、翻訳か。
翻訳は次のカーリアの物語の前置きです。イントロダクション、前置き。導入。あれもしもし So it's very clear that, that it's just telling us the condition now, and then the next chapter is going to explain. We might want to just go into the next chapter, but まあ、今日のところは、とても明確に次の施設のチャプターの状況の、導入です。ストーリーが進まない。But anyway, so their mothers bathed and massaged Krishna Balaram, and then this was, I guess, after they came back from, so then they were refreshed, they decorated, dressed them up very nicely. So they're still very young that their mothers are helping them like that. And fed them sumptuously. まあ、ここでは、sleeping 寝かせて、タラバンから帰ってきたところです。それで、帰ってくる道すがらで疲れて、お母さんがクリシュナ・バララムをリフレッシュして、沐浴させて、ドレスで着替えさせて、いろんなジュエリーをつけてと。まあ、まだ2人はすごく子供で若かったと。So then here, somehow one day, Krishna and his friends, they went to the Jamuna without Balaram. まあ、ここでは、宿舎の少年たちは、バララマの不在の中でクリシュナとヤムナの水のところまで行ったわけです。And then everybody drank the cows and boys drank the water and they fell unconscious. で、牛飼いと牛はそのヤムナの水を飲みまして気を失いました。And Krishna brought them back to life. しかしクリシュナはその生命を吹き返しました。He just by looking at them. 姿勢を投げかけることによって。So they came back to life, they were wide awake, and then they were bewildered, looking at each other. まあ、この自分の命が生き返ったので、びっくりしてお互いに驚いて見合った。So it's saying they actually died, at least. まあ、実際には死んだんですね。But they came back to life by Krishna's mercy. まあ、クリシュナの慈悲で生命力がまた蘇った。So that's the end of the chapter, but it's introducing the next chapter. Krishna chastises Kaliya. これはカーリアを、たしなめるという次の章の、導入です。Which is again one of the most well-known leelas. なんですかね、意味わかんない。It's one of the most popular, well-known pastimes of Krishna, Kaliya. カーリアの物語はクリシュナの遊戯の中で最も、有名なものです。So there's a summary of this chapter 16. 16のまとめ。Hope you have it. You have it. This chapter describes Lord Shri Krishna's pastime of subduing Kaliya within the lake, connected to the Yamuna, and showing mercy to Kaliya. まあ、次の、
まとめというか、次のストーリーは、カリアが遊戯で、そのヤムナのところのある湖に行って、カリアをたしなめたという。To restore the purity of the Jamuna's water, which had been contaminated by Kaliya's poison, Krishna climbed into a kadamba tree on the riverbank and jumped into the water. まあ、このヤムナ川は聖なる川なんですが、そこにカーリアが毒を持ったと。それで、クリシュナは、カダバの木をそのヤムナのところのそのレイクの湖のところに生かしておいて、そのカダンダマの上に乗っかってそこからジャンプした。Then he began playing in the water like an elephant, a mad elephant. Kaliya couldn't tolerate Krishna's coming into his personal place. And he quickly went up to the Lord to bit him on the chest. まあ、クリシュナはちっちゃかったんですが、飛び込むと象が、酔っ払った象っていうか、狂った象が飛び込んだように、その湖を荒らさせた。で、それで、その荒れてる湖を見て、カーリアは驚いた。Then all kinds of inauspicious things started happening. で、あらゆる不吉な前兆がその時現れました。Earthquakes, stars falling out of the sky, and people's left side was starting to twitch, trembling. まあ、地震、それから星が落ちる。で、体の左半身が震える、そういう不吉な前兆が、その住民たちに襲いかかりました。The residents of Vrindavan thought, today Krishna went to the forest without Balaram, so we don't know what might happen. It might be really bad. So they followed Krishna's footprints to the bank of the Yamuna. で、住民たちは、クリシュナがバララムなしでヤムナ川の方に行ったということです。非常に心配した。で、それでクリシュナの足跡をたどっていった。Within the water, they saw Krishna wrapped up in the coils of this black snake. And they thought the whole universe had become empty. And they were all going to go in the water to rescue Krishna. で、クリシュナはカーリアに巻きつけられて、いたと。で、その湖の中で。Balaram stopped them because he knew the power of Krishna. He wasn't worried. みんな心配して飛び込もうとかしたんですが、バララマはそれをよくクリシュナの強さを知っていたので、知っていました。So then Krishna, he started making his body bigger and bigger. クリシュナは巻きつけられた蛇のトグロに巻きつけられた時に自分の体を大きくしました。Finally, Kali understood, that Krishna was the Supreme Lord. 結局そこでカーリアはクリシュナは至上主なんだなということを理解し始めた。So then the wives of Kaliya, they started praying to Krishna to save their husband. で、カーリアの妻たちは、その夫がセーブ、守られるようにお祈りをしました。And they're just amazed. They say that, how could he be so fortunate to have Krishna kicking him on the head? なんてあなた、旦那は、恵まれているんでしょうか。クリシュナが
頭を蹴っ飛ばしてくれたということで。Because even though he was so sinful and contaminated, he got the highest benediction of Krishna's feet on his head. とてもクリシュナを指を妬んでいたんですが、クリシュナの足をもらった。そのことにとても驚いています。Even Lakshmi could hardly get that. So Krishna appreciated those prayers. Satisfied by the Nagapatni's prayers, Krishna let Kaliya go. Then Kaliya acknowledged his offense and offered many prayers to Krishna and said, I'll do whatever you say. で、ラクシミでさえ、そのような恩恵を求めているわけです。それをカリアはもらったことにびっくりしている。で、ナガパティが、いろいろなお祈りをクリシュナしたことで、クリシュナはとても満足してカリアを許した。So Krishna told him to leave and go back to where he came from, Ramanaka Island, it's called. ラマナカ。で、それで許して、カーリアを自分のもともとのところ、ラマナカっていうところに帰りなさいと命令しました。And Prabhupada says that's Fiji, what's now called Fiji. そこはフィジーアイランドだそうです。ラマナカ。And that's interesting that in Fiji, it's maybe more or less forgotten now, but the older people, they had a tradition that in the top of one of the mountains, there was a big snake lived there. Nobody could go there. そのフィジー島の年上の人たちは知ってるわけですが、その歴史の中で、フィジーの歴史の中で山の上に、フィジー島の山の上に蛇が祀られていて、誰もそこに行ったことはないと。So in the beginning of this chapter, there's also no purports. このチャプターの最初の時も、最初のスタートの時も解説がなかった。But King Parikshit asked, please explain how Krishna chastised Kaliya within the unlimited waters of the Yamuna and how Kaliya had been living there for many ages. He'd been living there a long time. で、パリシットは、中華デバに尋ねて、カーリアはどうして山田川にこんなに長い間住んでいたのですかという質問をしました。Text 3 3 says that then Sukadev says the personality of Godhead does act to do whatever he wants, and no one can be satisfied hearing the nectar. In other words, you always want to hear more. テキストの3のところにちょっともらってるから読みますね。はい。テキストの3。ブラフマナよ、無限なる思考人格心はご自身の望まれるように自由に行動なさる。ブリンダーバナで牛飼いの少年として繰り広げられた高潔な遊戯の甘露を聞いて満足のいくものなどいるであろうか。以上です。ありがとうございます。Text number 4. はい。So the water where Kaliya lived was heated and boiling all the time. And it was so poisonous that even if a bird flew over it, it would die and fall in the water. カーリアが住んでいたその地域の読みますね。なんかね、ここの解説までもらってるから読みます。シュリー・シュカデバ・ゴスワミは言った。カーリンディ・ヤムナ川の水中に蛇のカーリアが住み着く湖があり、彼の猛毒がその水を常に熱し煮えたぎらせていた。実際そうしてできた
蒸気は大変な毒性があって、この汚染された湖の上を飛ぶ鳥がその中に落ちてしまうほどであった。So this purport, it's explained by the acharyas that this lake was separate from the main Yamuna River, so it wasn't poisoning the rest of the Yamuna, only that one lake. まあ、この秋原の解説によりますと、誰だかちょっとわかりますかしら。それが、書いてる。はい。ここまでしかないんだけどね。このことに関してアーチャリアたちは、カーリア湖は川の主流から離れたところにあったが、そうでなければマトゥラのような都市やもっと遠くの場所まで毒されていたであろうと説明しています。The next verse, the wind that blew across that lake would carry like drops of water, and that would kill all everything growing by the side of the river also. まあ、風によって、その蒸気か風で吹っ飛ばされたそのヤムナじゃなかった、ヤムナでいいのか。その毒水が。いきます。その死の湖で吹く風は岸まで水滴を運んだ。この有毒なそよ風に触れるだけで、岸辺の植物や生き物は皆死んでしまった。はい。Okay, so there's a purport, quite good one from text 5. I don't know if you have it. Do you have it already translated? Yes, Maharaj. So the word stira, unmoving creatures, refers to various types of vegetation, including trees. Jangama refers to moving creatures like animals, snakes, birds, and insects. Sridhar Swami quoted the further description of the lake from the Harivamsa. The lake was quite wide, 8 miles across at some points, and even the demigods could not cross over it. Water in the lake was very deep, like immovable depths of the ocean, could not be agitated. Approaching the lake was difficult, for its shore covered with holes and with serpents living. All around the lake was a fog generated by the fire of the serpent's poison. And this fire would at once burn up every blade of grass that happened to fall into the water. For a distance of 8 miles from the lake, it was an unpleasant atmosphere. Sanatana Goswami states that by the mystical science of Jala Stamba, making solid items out of water, Kali had built his own city within the lake. 解説です。ステラ、動かない生き物という言葉は、木をはじめとする様々な種類の植物を示し、ジャンガマは動物、爬虫類、鳥、昆虫など動く生き物を表しています。シュリダラ・スワミは、この湖に関して、シュリ・ハリバンシャ・ビシュヌ・パルバ、11の42、44、46からさらなる記述を引用しています。湖はかなり広く、ある箇所では幅8マイルもあり、神々でさえ横断できなかった。水深はかなり深く、動けない海の深さのようにかき混ぜることはできなかった。岸辺は蛇の住む穴で覆われていたため、近づくことは難しかった。湖の周り一帯は蛇の毒の火から生じた霧が立ち込め、この強力な火はたまたま水面に落ちた草の葉をあっという間に焼き尽くしてしまう。湖から8マイル離れたところでも空気は非常に不快であった。ジャラスタンバの神秘的な科学によってカーリアは自ら硬い物質を作り出し、湖の中に自分の町を建設していたと、シュリー・サナータナ・ゴーサムは述べています。So it's very interesting, Leela. Kaliya wasn't exactly a demon that was attacking or trying to kill Krishna. まあ、ここでとても興味深い遊戯です。それはカーリアは、本当のデーモンっていうわけではないと。He was just living there for other reasons, but it was just his nature. He's so poisonous that just by his
nature, he was poisoning the whole area around that lake. カーリアはそういうふうにクリシュナにやっつけようとして戦ったわけではなくて、もともと持っている性質が毒がいっぱいなので、それによって周りが汚染されていた。So once in a while we'll hear a story about a snake with 3 heads or 4 heads or something. Kali had 1,000 heads. まあ、蛇の中でも今までのストーリーが3、4個の頭を持っている蛇もいますけど、カーリアは1000ぐらいの頭を持っています。And 100 of them were especially poisonous. その中で100の頭は特別な毒を持っています。So it's a very interesting personality. とても興味深い性質の人です。And he had mystic power. I don't think anybody's ever heard of this before, but he could build solid things out of water. That doesn't mean by freezing the water, like building an ice palace or something, but he could just, so he had a whole city within the lake. The lake was 8 miles across and very, very deep. まあ、この神秘力によってですけど、パレスって宮殿、このそこの山名のところの湖の下の中で宮殿を建てて、そこが町みたいになっていると。でその深さは計り知れない。There's a word there, unfathomable. A fathom is a measuring, like you have feet and meters and kilometers. So it's a way of measuring the depth of water. ファダムズって分かりないんですけど、すいません、訳をお願いします。ファダムズ。ここはね、例えばメートルとかインチとかいろいろそういう単位と同じように、水の深さを測る単位というのをファダムと言います。And throughout the Chaitanya Charitamrita, we find that word unfathomable. But that means that the pastimes of Krishna and, no matter, you can go deeper and deeper and deeper into the holy name. You can go deeper and deeper into Krishna's pastimes. But there's no bottom. You can never find the end of it. まあ、チャイタミータで、クリシュナのリーラのことが説明されていますが、クリシュナの遊戯やクリシュナの名前は、その深さはいくら、そのファーストタイム、遊戯を、中に織り込んでいっても底がない。それがファダムズという意味。So it's like we hear you should go deeper and deeper into our chanting, or deeper and deeper into our study of Krishna. It's not like we just learn a verse or we just mumble the mantras. We have to go deep into it and meditate and think about Krishna. まあですから聞くことを深く聞いて、うちに深く入っていく。で学習する時も、とても深くそこに入っていくと。それでクリシュナをこう瞑想する。And it's unfathomable. We can never ever come to the end of it. まあ決してそこがない。限界がない。No matter how deep we go into the ocean of nectar of Krishna's pastimes and of the holy name, you never find the end of it. まあその海のような、ネクターだという意味は、その名前や遊戯のネクターは限りがない。So it's a very amazing pastime, actually. I can give a little hint ahead of time. But because Krishna didn't kill Kaliya, Kaliya is different. Like all these other demons, they were coming specifically to try to kill Krishna. And some, they were trying to kill everybody.
まあ、ここで驚くべきこのリラのこの遊戯のカーリアの遊戯の特徴ですが、他の悪魔たちはクリシュナを殺すまたは皆殺しにするという、立場だったんですが、カーリアは違っています。Kaliya was there for another reason. カーリアがそこにいたまた別の理由があります。On his place, which is called Ramanaka Dweep, it's an island in the ocean. ラマナカといって海の島だったわけです。彼がいるところは。Garuda used to come there and eat snakes. で、ガルダはそこに、そのラマナカに行って、蛇を食べに行っていたと。Garuda is an eagle bird, so he eats snakes and fish. まあ、イーグル、ワシですから、蛇とか、なんとかなんだっけ、蛇とかが食事なんですね。So some of the so-called devotees, like in Bengal and Orissa, I mean, one time in Mayapur, I came down from the guest house. いや、私はマヤプールのゲストハウスに来たと。And there was some, workers in the garden. 庭師がそこにいらっしゃいました。And one of them said, Maharaj, can a devotee eat fish? で、その庭師はマーラージ、献身者は魚食べるんですかねと聞いた。And I said, no. 私が言いました。いや、食べませんよ。So he started telling all the other ones, you see, devotee can't eat fish. なんか他のところを見せて、見てごらんなさい。献身者も魚食べてるじゃないですかと、庭師は言いました。So many Bengalis, they like to eat fish. ベンガリでは、ある献身者は魚を食べるのが好んでいます。So sometimes they say, well, Garuda eats fish, and he's a devotee, so we can eat fish also. で、時々言う人がいるんですが、ガルダが魚食べてんだから私たちも食べましょう。食べますよね。という人がいます。But fish is a natural food for the body of Garuda, but not for us. まあ、ガルダにとってはそれが食べ物ですが、我々にとってはそれが口に入れる食べ物ではない。So the snakes, they were getting upset because Garuda would just come anytime and grab some snake and kill it. そこにいたさっきの島の蛇たちはとても困惑したわけです。なぜかというと、ガルダが来て、しょっちゅう来て、仲間の蛇を食べてしまうからです。So they made a deal with Garuda that once a week or something, they would make an offering and then he could come and take that. で、そこで取り決めを蛇がしました。それ週1回か月1回か、1匹の蛇を捧げますから、それを食べて満足してくださいとガルダに伝えたわけです。That's like when the Pandavas were living in the house of that Brahmin in the Ekachakra village, and the people were once a month or something, they were offering, to that big demon, one person and a big supply of food. パンダバの住んでいたエカチャクラで月1回そのデーモン悪魔に何か捧げる、ちょっとよくわからないですね。So that was going on, but then Kalia, he was like puffed up. He thought, why should Garuda get this nice offering? I'll take it myself. で、カリはそれを見て、このとても高慢になっていたので、ガルダが食べるべき蛇も私が食べるべきだと、そう考えた。So then Garuda was going to kill Kalia. で、ガルダはカリアを殺そうとした。So
that's why Kaliya moved. で、こう相当したので、カリアはそこから移動しました。That particular lake in the Jamuna, that's where that Sobari Muni, he was doing his meditation there. まあそこで移動したところにソーバリムリがいて、水の中で、山の中で瞑想していました。He was underwater meditating. He was a very powerful yogi. とても力強いヨギだったので、水の中で瞑想していることができた。And he became very friendly with the fish. で、魚といい友好関係を持っていました。But Garuda was coming there and eating the fish. で、ガルダはその捧げ物を食べに、その島に行った。So this Sobari Muni cursed Garuda that if he came in that lake, he would die or something. で、ガルダが蛇を食べていたので、ソバリムニは、カーストっていうのは呪いをガルダにかけようとした。So Garuda didn't go there anymore. So Kaliya knew about that, so he went there where Garuda couldn't get him. で、そこでガルダがそこに蛇を食べることができないように呪いをかけたと。That's how Kaliya happened to be there. ですからカーリアはそこに保護を求めて行った理由はそういう理由です。ガルダが So 来ない。it's a lila because, Garuda can't be affected by the curse of some yogi, but he took it anyway. まあガルダはもう偉大な鳥なので、その呪いを解くこともできたんですが、でもそれに従いました。So that's how it happened to be that まあそういう理由でこういうことが起こった。こういうことになっちゃった。that Kaliya lived there. And just by his nature, he was poisoning, but that lake it's like a branch of the Jamuna that went off and made that lake. So it wasn't polluting the rest of the Jamuna, only that lake. But the whole area around that lake. まあそうです。カリアが住んでいたので、カリアはそこの保護を求めてガルダが来ないところに住んでいたと。で、 And カリ that area is still, So now when we go around Vrindavan, we'll pass that Kaliya Ghat, but it's a very small place now. It's not so big. Everything's changing. まあいろいろブリンダーバンのパリクラマしていると、まあいろんなものが変わってしまったので、そのカリアが住んでいたカリアガートという場所はそんな大きな小さな場所になっています。But there's a temple of Kaliya there. Kaliya, Krishna dancing on the heads of Kaliya. まあそこに書いてある絵があるんですが、クリシュナがテンプルの中で、ダイオラマみたいなのかな。カリアの頭の上でクリシュナが踊っている、そういうスタチかなんか絵があります。So Kaliya got special mercy because Krishna danced on in his head and was kicking him on the head so many times. まあカリアはとても特別な慈悲をもらったわけで、なぜかというとクリシュナが頭の上でカリアの頭を蹴っ飛ばしたからです。So there's many pictures you can look on the internet of Kaliya, Krishna Kaliya. まあインターネットで見たらたくさんのクリシュナとカリアの戦いの場面の写真が見れます。And there's a very nice verse by Rupa Goswami. ルパゴスワミによる説があります。
comparing his mind to the Kaliya. カーリアの心の状態について。So he's saying, Kamam damodara mama manak panaga pina bago dustas sibi kutila volanai chobayat yesham lokam tad vikantrastam udita pada dwanda pankerohankam kurvan darvikara damana he tandavayar dandayamum. O Lord Krishna, with its crooked motions and sharp fangs of whipped desires, the great snake of my mind is disturbing the whole world. I put the English in the chat box. お願いします。チャットボックスに入りますので、日本語お願いします。シュクリシナよ。その曲がりくねった、そして悪い望みを持って、大きな蛇、それは私のマインドであって、それがこの世界全体をなんていうの、苦しめています。すべての力のある、すべての力をお持ちの主よを、そのカリヤを殺された方よ、どうかその蛇をあなた様の踊りでもって罰してください。どうぞその上にあなた様の蓮華の御足の印をつけてください。サックス18、テキスト18と書いてあります。以上です。O crusher of Kaliya, please punish that snake with your dancing. Please place on it the mark of your lotus feet. In other words, he wants Krishna to kick him in the mind. どのそのアチャリゴスワミのストーリーっていうか解説で、カーリアよ、どうか主よ、カーリアの頭でダンスをして頭を蹴っ飛ばしてください。で、その So that's very good meditation. まあ、それは素晴らしい瞑想になります。The mind is wicked and poisonous. It's poisoning our life all the time, trying to make us do what we don't want to do what we shouldn't do, forget Krishna, all these things. So we need the Krishna to help us to control the mind. まあ、ここで学ぶことは、心はどこのようであると。この人生においてやるべきこと、私はこれをしなきゃいけないとか、これが嫌いだとか、ということで、心は乱されていると。心はクリシュナのこと、クリシュナに保護を求めるべきです。So I'm telling the Leela ahead of time. Hopefully you've all read it in the Krishna book anyway, but まあ、これはクリシュナブックの書いてあるストーリーです。So Kaliya, he tried to fight Krishna. カリアはクリシュナと戦おうと思った。With his 100 heads that were especially poisonous, he kept trying to bite Krishna, but Krishna just kept jumping and kicking him on the top of the head, all the different heads. まあ、100の首、特に100の首のカリアの口でクリシュナを噛みつこうとしたんですが、クリシュナはその頭に乗って逆にジャンプして、その頭に乗っかってそれぞれの頭の上で踊った。So finally he was so almost dead. でカリアはほとんどもうボロボロになってしまった。So he had many wives, and his wives were somehow devotees. まあ、たくさんの妻がいて、それは皆さん献身者でした。They were also some kind of snake, but these were not ordinary snakes like we have today. まあ、普通の蛇ではない奥さんです。So it's explained that they were thinking,
Krishna's going to kill Kaliya, then we don't have to bother with him anymore. And we'll be free to serve Krishna. で、クリシュナがカーリアをこうやっつけたことで、私たちはそういう心の問題から自由になって献身奉仕に携わることができるかな。But then Kaliya finally realized that, how Krishna was all powerful, and his wives had always been telling him that he should surrender to Krishna. まあ、カーリアはそこで、悟ったわけです。リアライズしたと。クリシュナの力を、なんて素晴らしいんだ。で、妻は、クリシュナにこう服従していると。So, とても賢い。and we have experience like that in many countries where the wife is a devotee and, she tries to preach to the husband, but the husband's not really accepting it. まあ、私たちの運動の中でもこういうことがありまして、妻は献身者で献身奉仕すると。夫はそこを承諾しない。So then the wives could see that he was surrendering to Krishna, and then they prayed to Krishna, don't kill him. で、妻は服従しているわけで、どうか夫を殺さないでください。守ってください。と祈る。So Krishna honored that, and he didn't kill Kaliya. で、まあ、そのカリアの話ですが、カリアの妻が祈ったので、カリアを殺すことはしませんでした。But he told him, because you're making so much disturbance to the Brijvasis, you have to leave. You have to go back to your own place. しかし、クリシュナは言うわけです。カリアよ、ブラジャバシをあなたはとても乱したので、自分の家に戻りなさいと命令した。So he left. He said, Kaliya won't bother you now because Garuda won't bother him because Garuda will see that Krishna's footprint on his head. で、カリアはそこを去ったんですが、ガルダはもうカリアに近づけなかった。なぜかといえば、カリアの頭にクリシュナの足跡がもう刻み込まれていたから。So that's interesting. Somebody was asking me the other day, can you actually see on Krishna's feet these marks we hear about? There's all those lotus and bow and club and so many marks are on Krishna's feet. とても興味深いことですが、クリシュナの足には棒とか花とか足の印とかがいろいろな印がついてとても興味深い。レンゲとかね。So I gave this example that, that it could show also, it says here that the people knew in this chapter that Krishna had gone to that place because they followed his footprints. まあ、例えば人々はこういう物語を知っているので、クリシュナのその足跡があるところに赴きます。So you can, and it's explained that even though cows were and animals and everybody was going everywhere, nobody would ever step on Krishna's footprints. So they were always very clearly there. まあ、牛や動物でさえ、クリシュナの足跡に踏み込まないと。それだけ美しくそのままに足跡がついている。Those famous marks of Krishna's feet, they're there. They were you can find them all over Vrindavan. ですから、このブリンダーバンの各いろんなところでどこでもクリシュナの足跡を見つけ出すことができます。
Now there's still a few places, around Vrindavan especially around Govardhan, where we find a footprint of Krishna, but not so many anymore. まあ今でもまだゴバルダンとか特にまあ数箇所で足跡を見つけることができます。So anyway, that's the basic story. There's in this chapter in the purports, there's many, many details, many, many comments from the acharyas that are very interesting. まあこういうストーリーですが、たくさんの場所で偉大なアチャリアたちが解説を加えています。So I was just going to show some there's many, many pictures of this pastime. まあたくさんのこの遊戯の写真が描かれています。You can see on the screen there. スクリーンから見てください。They don't become big, but some are, big ones. Something is blocking it and can't get rid of it. ちょっと今ちょっと出せない状態です。Okay. So anyway, some of them are very famous at ISKCON ones, and some are just other ones, but it's interesting to see. So the thing is, because of the prayers of the wives, the devotees, then Krishna didn't kill Kaliya. But Kaliya then made beautiful prayers to Krishna. まあ妻たち、カーリアの妻のナガパティだっけたちの旦那さんへのクリシュナへの祈りでもって旦那さんたちは救われた。で、カーリアはその後でとても美しい詩を語っています。And the basic thing of his prayer is that it's very hard to change our nature. その解説がカーリアの祈りの、基本的な原則はネイチャー、物質自然の力というのはそう簡単に変わらないんだよということを。Can only be by Krishna's mercy that someone can change their nature. ただ一つクリシュナの慈悲があった時だけSo he changed, and then he wanted to serve Krishna, and he was saying, next time you want to go somewhere, and I'll take you. I can go as fast as Garuda, and many things. いろいろパスタイムを読んでも、クリシュナに奉仕することで、そのネイチャーが変わることができるわけです。クリシュナの慈悲で。So, that's what we're hoping for. That our nature of forgetting Krishna, wanting to enjoy this body, by Krishna's mercy can change only. 私たちはクリシュナを忘れたり、体の死だったりするんですが、ただ単にクリシュナの慈悲でもってそれを駆逐することができる。Can you see the pictures now? 写真見えてますか？ Huh?
Are they showing up on this? Yes, Guru Maharaj. 見えてます。 Now we finally got, big size. I think this one is ISKCON. This one is a famous ISKCON one by Dhriti Prabhu. ドリティプラブという方の大きな写真がここに写ってます。But, this one is an ISKCON one also, you see. So Kaliya was trying like anything to bite Krishna, but he just danced so beautifully and everybody was watching, everybody was totally fascinated. で、カリアは、の頭の上でクリシュナはダンスをして踊ったと。それをみんなが見ている。No, first Krishna was like wrestling with him and Kaliya grabbed him all around and was squeezing Krishna. And when they saw that, everybody they tried to jump in the water and help Krishna. Balaram had to physically hold everybody back. He was just laughing because he knew that Krishna was so powerful. カリアは、その頭に乗っかる前にレスリングのように、カリアはクリシュナを巻きつけたと。で、こう、みんなが心配して、その親戚たちは、その川に飛び込もうとした。で、助けようと思った。で、止めて、すべて知っていたので、それを止めて全く問題はないよと言ったと。So it's many, many fascinating things there, how Krishna is submissive to the devotees' desires. And このストーリーで、献身者の望みが叶えられる。And it should give us hope that we can change, even though our mind is so bad. By the mercy of Krishna, somehow he'll kick us enough suffering that we can actually surrender. 私たちがここで望みが大きな望みが得られると。なぜかというと、心のいろいろな問題がクリシュナの献身者の自身によって取り除かれて苦しみから自由になることができるんだという望み。So there's some sort of festival going on in Kamakura now? 鎌倉お祭りですか？山田さん。Is that Gita there? Really? ギターいる？ Can't recognize. Okay, today Amarada is coming here and Tapaswini also coming, right? And tomorrow they have some festival in temple, Kirtan festival. Yeah. Yeah. Amal Kirtan's first time coming to Japan with his daughter, just 5 days. Oh, really? Ishwari, arrangement, Ishwari, Devi Rasi. You think that's going to attract like lots of new people or? Maybe. He just contacted me and asked if he could do some kirtan while he was in Japan. He's got a beautiful voice. Yeah, he's famous. I might have one guest coming, new guest to his kirtan. I heard around 70 or 80 people will join. Do you? 80ぐらい。明日のね、キルタンの有名な方が来られることで、ゲストはどれくらい呼んだんだっていうことで、17、8人？いや、70から。70？ 70ぐらいすごいね。来るかもしれない。Around, yes. Ishwari Mataji told 53 guests. In that, almost like 45 people are Japanese devotees and new people are there. So she sent me the list. Yeah. 45人も。 Are they paying for this one or it's free? It is no, Guru Maharaj. It was decided that it is a free. So. お金はかからない。はい。できなかったもんね。
Is he in Japan anyway for other reasons or just? He wanted to come to Japan, his daughter, and they've been wanting to come. So they have a little vacation. So finally came. All right. Okay, so any questions or comments? You can translate that verse by Rupa Goswami and send it to everybody. Yeah, no, thank you very much. So, nice story. And Karya is killing Krishna's friend. The most sinful because of pure devotee killing. But Krishna giving food to his head. Then Nagapati is very amazing. So Krishna's free choice, right? He can give any person, given any time, giving mercy. Oh, Nitai Prabhu, can you translate for the assembled devotees? Yesterday was boat festival in Vrindavan. There's a video on the YouTube, but I think everybody missed it. We were watching. Maharaj, you're there in Vrindavan? Yeah, I missed it also. We had a meeting, but it was really beautiful. なんかブリンダーバンでボートフェスティバルのお祭りがあったそうです。Which day? Yesterday. Yesterday, 昨日だって。So many flowers, right? Offering. Yeah. Yes. So many flowers. Yeah, inconceivable numbers of flowers in Vrindavan, especially if you're in Japan. まあ日本からすれば本当に不可思議なぐらいの量のお花を使っています。They have more flowers in one altar in one day than Japan has in the whole year, I think. まあ、ある一部のそのオルターの花全部で日本の1年間の花ぐらいの量を使ってる。Guru Maharaj, this story and Jarasandha, including special power. You talk to Jarasandha, right? No, Jarasandha is completely separate, much later. Yeah. Okay. My mistake. Jarasandha, much later when Krishna was in Dwarka. まあ、チャラさんは別のストーリーです。失礼しました。どうぞ。Maharaj, some question. If, wife is devotee, but husband is sometimes like not devotee, so then disturb her, always like, violence or something more like, disturbing mood, then this situation, what we have to learn from Krishna, or we should avoid this husband? I don't know what we should do. I don't know either. No, it depends. Like sometimes the husband is not a devotee, but he's nice. He doesn't bother the wife to be a devotee. If the husband is trying to stop the woman from being a devotee, then we have a big problem. だからそんな奥さんのことをね、そのままディボーティでいてもいいっていうような感じの人で、別に献身者じゃない人だったらいいけど、でもちょっとね、ディスターブっていうか、ちょっと止めよったりさ、そういうことする人はちょっと大きな問題ですよねって。
So, yeah, everything is individual, you know. それぞ In れ China, there's so many like that, but many times the husband's nice. You know, he supports the wife and she's a devotee and he helps her, but, you know, he doesn't want to be a devotee. まあ、彼はね、ディボーティーじゃなりたくはないけど、奥さんをね、サポートするような人だったらね、いいんですけどね。But sometimes, you know, they want them to cook meat for them, or they want, you know, they want the children to eat meat, and, you know, it gets quite 子供 difficult. 旦那さんもほら、肉食べて、肉しかダメなんだよなんて言われる人もちょっと大変ですよね。So everybody has to deal with their own karma, you know. 自分のね、カルマがいろいろあるから、それによってね、考えなきゃいけないですよね。Because every case is different. みんなそれぞれのね、ケースが違ってくるからね。Once in a while, it's the other way around too. The man wants to be a devotee and the wife doesn't want to be. まあ、逆もありますよね。旦那さんがディボーティで、奥さんがもうちょっと邪魔するっていう人もいますね。If you're preparing these kind of foods against your will, but doing it because you're in that situation, you're still responsible for that karma or not? That's a difficult question. I think not. ほら、 I mean, it's going to affect your consciousness, but しなきゃいけないじゃん。そのカル you マ。 know, we don't want to, sometimes it just has to be done. Hmm? Something is going to be there, but like I give the example, there's some very nice devotee Maharajis that are airline hostesses. They have food, meat and whiskey, you know, but somehow or other they're devotees. まあ、すごいいいね、ディ That's ボーティ their job. けど、まあ、仕事でさ、そうやってミートとかお酒とかね、しなきゃいけないね、エアラインの仕事だったから、まあ、そういうのもありますけどって、しなきゃいけないっていうのが。ピーします。So anyway, Kaliya's wives, somehow they were devotees and they were always telling him that he should surrender to Krishna, but he didn't. But then after Krishna knocked him almost dead and he vomited up all his poison and he was completely weak, then he realized, yeah, I should surrender to Krishna. And then the wives, then they prayed to Krishna, don't kill him. まあ、カリアの時もね、もうあまりにもクリシュナがすごいから、もうカリアももう、これはもうダメだって思って、もうダメだと思ってた時に、やっぱり奥さんがね、もう殺さないでくださいねって祈ってくれたって。But he had to leave Vrindavan. でもまあ、ブリンダーを出なきゃいけなくなっちゃったけどね、カリアは。He was making disturbance to the. そう、みんな住民をさ、すごいディスターブしてるからさ。But he wasn't killing anybody. Normally, nobody would go there. でもまあ、 Nobody 別に悪魔じゃないから、殺そう、みんなをね、殺そうとしてるわけじゃなかったからね。 Normally, nobody went to that place, but one day Krishna just went there, and so they followed him. まあ、He went by himself, and then they wondered and they saw his footprints and they followed him. 誰も行かなかったんだけど、毒があるから。だけど、クリスチャンがちょっと見つけてそこ行っちゃったから、そしたらクリスチャンのプリント、ね、フットプリント、足跡見つけてみんながフォローしてね、来たっていう感じになっちゃったって。One big tree and it was alive. There were no other trees. Only that one was living. 木もね、全部枯れちゃったんだけど、一つの木だけはね、ずっとまだ生きてますって。Then it gives different explanations. One says that Indra knew Krishna would be coming, so he protected that tree with some kind of nectar. Some say that it came back to life when Krishna climbed in it. Different reasons why maybe there was one tree that didn't die. その木だけ残ったのかっていうね、いろんな理由があるけどさ、なんかクリシュナが後でね、そこで乗って、そこに木に乗るとか、そういうリラがあるとかね、いろいろあって、いろんな理由でね、その木だけ残ってたんだって。And then
So there's still a big tree there, and it's not the same tree, but it grew out from the same tree. あ、まあ、同じ木じゃない。何ちょっとまあ、誰か。今でもその木があって、ただ、そこから枝分けっていうんだっけ、そこから増えた木がまだそこに残ってるそうです。時期じゃないけどね。うん。So anyway, it's another one of Krishna's amazing pastime. まあ、驚くべきクリシュナの遊戯です。Then Kaliya became a great devotee. He gives very beautiful prayers, which will come up much later in the chapter. まあ、この最後のところで、章の最後のところでカーリアは献身者になって素晴らしい祈りを捧げました。So we can understand anyone can become a devotee, you know. まあ、誰もが献身者になれるということが理解できます。So all of us, I don't know if any of the devotees here were always pure devotees and always following all the principles. まあ、我々もなることができると。いつもその原則に従っていることによって。But somehow we got kicked around by the material energy enough that we surrendered to Krishna. まあ、しかし、この物質自然の力によって蹴飛ばされて服従することができない。And we need more kicks so we can really surrender, give up the false ego, stop, fighting amongst ourselves or whatever, and just serve Krishna. まあ、我々にはその蹴飛ばされることがもっと必要で、もっと蹴飛ばされて、そして戦って最後にクリスチャンに服従するようになる。All right, so thank you very much. ありがとうございました。We're going to have a lot of guests coming soon. たくさんの Prabhu and his wife are coming, I think, and then Vaisheshika Bhanu Maharaj. So. Yeah. Okay. Yes. Kaliya Ki Jai. Kaliya Krishna. Thank you. Thank you. It's the name of Krishna, Krishna, Kaliya Krishna, because it was an intimate association that Krishna is dancing on his head. And then later, Krishna had a rasa dance on Kaliya's heads with all the gopis. まあ、カリア・クリシュナと言われていますけど、それは親密な交際があったと。なぜかといえば、カリアの頭の上でクリシュナがダンスをしたからと。で、この後でラサダンスの時にカリアがそこにまた登場するそうです。So go on preaching Harinam, book distribution, and study the books. Study the Krishna book. Everything is in, well, every book, but the Krishna book especially is. まあ、プリッチングとかキルタンとか本配り、まあ、進めていって、特に本はクリシュナブック、クリシュナストーリーの本を配ると。Study that Krishna book and you know everything. それを学 Study ぶ。 Bhagavad Gita, you'll know everything. There's no limit. まあ、限界はない。Every time we read it, we go deeper and deeper into it, but it just gets deeper. There's no bottom, there's no end. まあ、読んでも底なしであると終わりはない。Okay, thank you very much. Hare Krishna. Bye bye. Asama Sabetina Kinshin Shaniya Kore. Hare Krishna. Asama Sabetina Kinshin Shaniya Kore. Hare Krishna. Asama Sabetina Krishna Sabetina Kore. Gaur Prem. His Grace, カビチャンドラマハラージキー。じゃあ、ありがとうございました。すみません。前役じゃなかったんで失礼しました。